広い。額に何か当たる。ああ、うわ、これ何が起きたんだろう。ちょっと今シャレにならないことが起きまして。やっぱり思わぬか。ビジネスホテルでアルバイトをしていたことがありまして、夜勤もしますので、ホテルの客室で仮眠を取らせてくれるんですよね。これが結構快適で、まかないなんかもあるのですごくいいバイトでした。ある一つのことを除いては。その日は私はフロントに夜勤があるので、夕方から出勤していたんですが、次から次に宿泊しに来るお客様はみんなカップルなんですよね。簡単に言ってしまうと反ラブホテル状態です。当時ビジネスホテルと言ってても反ラブホテルみたいなホテルが多かったですよね。バブル期っていうこともあって、いろいろ盛んだったと思うんですけども、僕はこの実態をホテルに勤務してから知ったわけなんですが、別に嫌じゃなかったんですよね。人間模様がいっぱい見れたんでね、楽しかったですよ。で、このカップルで来られる方は大体車で来られるんですが、この駐車場はすごく狭かったんですよね。車のキーを預かって、で、下の駐車場にタッタッタッと行ってですね、ピシッとこう、整列させるんですね。駐車させるんですけども、本当にわずかこんなもののところを、スッと入れてくるんですよ。これが結構ドキドキで。ただ高級車とかも中にはあってですね、それがすごく楽しみだったんですけども、逆に傷つけちゃうと大変なことになりますから、もうビクビクしながらやってましたけど、一回も傷つけることはありませんでした。こんな楽しさも、ちょびちょびあったんですが、やっぱり夜勤ですのでね、体力が消耗して結構疲れるんですよ。出勤するのが夕方ぐらいで、そんなこんなやってるうちにですね、12時を過ぎちゃうんですよね。で、12時過ぎるとお客さんもまばらでポツポツ来るような感じになるんですけれども、そんな時に交代するんですよね。で、一回仮眠を取って、で、今度明け方また皆さんが朝出られるチェックアウトの業務ですよね。それをやって、で、いろんな片付けをやって、昼ぐらいに帰るっていう、そういうのが、夜勤だったんですよね。で、一日明けてまた次の日という。一日おきにこうやって仕事をしてましたけど、楽しかったんですが、前半の業務が終わったので、まかない取っていいよって言われて。で、やったまかないだ。で、ここのまかないうまかったんですよ。レストラン経営もしていた会社だったので、明太子スパゲティとかね、ハンバーグとかね、そのまかないが楽しみでしょうがなかったんですよ。で、夜勤スタッフはみんなこの時間でまかないを取って、ホテルの空いてる部屋でね、仮眠を取るんですけど、その日はシングルルームが埋まってましてですね。で、最上階には702号室で、通称星空部屋っていうのがありまして、いわゆるスイートルームですよね。このスイートルームにちなんで星空が見えるので、スターズホテルと名付けられたんですが、この7階の702号室だけは、お客さんを案内したことがなかったんですね。もちろん僕も7階に行ったことはなかったので、ちょっとワクワクしてたんですけれども、で、その先輩スタッフ、702で寝ていいかねって言われた後にですね、なんかあったら内線鳴らせよって言われたんですよ。普段そんなこと言わないのに。で、ちょっとおかしいなと思ったんですけど、はーいって言って、まかない持って、タッ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 、カチッって言ってエレベーターでーってね。で、そのまかないは地下で、受け取るので、地下から一気に7階で上がるんですよ。ホテルでお約束で流れてる、トゥン、トゥ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 、シャバダブトゥルトゥトゥっていうボサノボっぽい曲、ホテルのラウンジ曲が流れててですね、もうルンルンですよ。で、その曲知ってたんだよ。口笛吹きながらね、ルンルンですよね。ウキウキしながら7階向かったんですよね。で、チェーンってついて、さあ、暗い。広い。こんな広かったんだな、7階。エレベーターを降りると、簡単なソファーと、いわゆるテーブルがあって、周りが真っ暗なんですけども、非常灯といって足元を照らすものはちょっとついてるんですが、それぐらいですよ。で、廊下がダーッと続いてまして、一番奥に扉が見えたんですね。702ってちゃんと書いてあったんで、あそこかって言って。その長い廊下歩いた時にですね、ちょっとおかしいなと。702だろう。701どこなんだろうと思ったんですよね。見当たらない。おかしいなと思ってたんですよね。で、いいやと思って、お腹空いてたんでね、だっつって、ガチャガチャガチャって、ヒャーって開けたら、うわー、ひれー、やっぱりスイートルームすげえなと思って。で、上見たら、やっぱり星空だと思って。で、天井がめちゃめちゃ高いんですよ。うわ、すごいな、これはと。なんでここ貸し出さないんだろうなって思いつつも、でっかいキングサイズのベッドがね、ダーンとあったので、走ってって、バーやって、うわー、星空すげーって思って、カーって、はーってそのまま寝ちゃったんです。疲れてたんでしょうね。まかないもほっぱらかしで寝ちゃったんですよ。すると、
額に何か当たる。うっすら目を開けると、全身びっしょりの男が、かすれた声で、って言ってるんですよ。その声は男だっていうのが分かって、飛び起きた。すると、そのもやがふわー消えて、気がつくと自分が寝てたベッド、べっちょりなんですよ。体もぐっしょりですよ。うわ、これ何が起きたんだろうと思って。夢かなと思って。俺具合でも悪くなったのかなと思って。でも確かに見たし、で、頭こうやってやると濡れてるんですよ。まあ、とりあえずちょっとフロントに連絡しようと思って、フロントにこう、どうした？いや、ちょっと今シャレにならないことが起きまして。やっぱり、お前もかって言われて。ちょっと地下来いよ。はい、わかりました。クシッ、切って。で、エレベーターして、わーっつって。で、行くと、先輩がちょっと神妙な顔して待ってまして。いやさ、って話し始めてくれたんですよ。以前702号室のすぐ隣に701号室ってのがあったんだよ。で、そこを30代ぐらいのカップルが連泊してたんだよ。1ヶ月ぐらいね。2、3日姿が見えなかったんだよ。で、さすがにどうしたんだろうと思って、内線鳴らすんだけども出ない。で、いよいよちょっと、そう4日、5日過ぎてしまったんで、痺れ切らして、真っ先に持って客室覗きに行ったんだよね。もちろん最初ピンポン鳴らしたんだけど、出ない。入りますよーって、カチャカチャって。シッと開けたら、臭い。生臭い匂いがする。で、どうしましたって言ったら、返答返ってこない。で、奥入っていって、バスルームを見たら、バスタブ真っ赤っかですよ。血だらけ。2人いる。1人は手首切って自殺ですよ。で、その上に男性が覆いかぶさってる。心中かよ、これ。で、その後もう大騒ぎですよ。で、従業員もう仕事ほっぱらかしですよ。わあ、どうしたんだ。わあ、いや、ダメですよ。ダメですよって言うんだけど、もう従業員ですからね、ある程度の近くまで入れてる。中見えてたん少し。いよいよご遺体をお風呂から出さなきゃいけないですから、出そうとしてるとこが見えたんですよね、こうやって。で、出そうとした瞬間、わーって聞こえる。警察ですよ。じゃ、どうしたんだろう。その男の首、完全に折れてて、ひん曲がってたんだよ。で、引き上げようとした瞬間、ぐにゃー、首が垂れて、そのままちぎれて落っこったそうなんだ。まあ、腐ってたんだろうね。その時にみんな悲鳴上げたそうだよ。警察官もね。で、701号室はしばらく閉鎖ですよ。まあ、しばらく使用してなかったんだが、このまま使わないわけにもいかないから、いよいよ貸し出そうとして準備しようとスタッフが入っていったら、あの生臭い匂いがきつくなってるんだよ。おかしいな。だって死体出したんだろう、これ。どっからこの匂いするんだ。原因がわからない。で、雨が降ると、必ずどっからか雨漏りがする。でもどっからかわからない。床は水浸しですよ。とても貸し出せる状況じゃない。で、これはダメだってことになって、リフォーム一回したんだよ。同じように匂いが出て、同じように雨漏りが止まんない。床びしょびしょ。で、会社会議かけて、これダメだ。埋めちまおうって話になって、コンクリートで埋めて開かずの間にしちゃったんだよ。でもな、それだけじゃ終わんなかったんだよ。で、先輩スタッフ、話し続けてくれたんですよ。702号室でさ、お前今日見ただろ？あれですか？そう。あれだよ。あれ、なんか俺寝ぼけてるかと思ってたんですけど、マジっすか？マジだよ。お前何見た？ぼんやりして見えなかったんですけど、びしょ濡れになった男らしき人物が上に覆いかぶさって、あーって言うんですよ。で、その男から水滴がポタポタ落ちてる。男はわかるんですよね。で、顔が黒くてぼんやりしててわかんなかった。あ、そうだよ。お前が見たのは、あの男の後頭部だったんだよ。顔じゃないんだよ。後ろ。わかるよな。あの男。そう。みんな702号室で仮眠するとさ、同じ体験するんだよ。で、時間見ると、朝5時なんだよね。いや、僕も起きた時5時でしたよ。その男さ、まともに考えてもそんな死に方するのおかしいだろって。首誰がひん曲げたんだよ。もちろん女性の力でそんなことするのは結構大変だし、この男の首をねじ曲げるなんてちょっと難しいだろう。元女だし。でも最近分かったんだよ。何ですか？ここでさ、昔働いてた人がいて、結構昔からあるんだろ、ここ。
で、オープン当初に働いてたおじさんがいてね、そのおじさん、泊まりに来たんだよ。で、当然、ここのホテルの話になるじゃん。はい。で、そのおじさん、語ってくれたんだよ。お前さ、知ってるか？どうしたんですか？ 701 号室あっただろう。ああ、それ知ってます。あそこ、だいぶ昔に首つって女の人が自殺してさ、椅子に立ってね、首つるじゃない。で、下のスペース確保するために椅子をこう蹴るじゃん。で、ブラーン、あのやり方だよ。その時に首の骨外れたらしいんだよな。で、顎でかろうじてロープで引っかかってらしいんだけど、つま先だけかろうじてこう床についてたらしいんだよね。で、首はビヨーンって伸びてたらしいよ。で、全裸だったんだけど、体は正面向いて、顔は後ろ。つまりぐにゃーって伸びた時に、ねじけたんだろうな。髪の毛が、胸にかかって、水滴がポタポタ落ちてたそうなんだよね。それ一発目に見たやつ、失神したそうだよ。で、死亡推定時刻、朝5時。その日は土砂降りの雨だったそうで、ヤコさん風呂上がりで死んだんで、まるで雨に打たれてるみたいだったっていうよ。何があったんだろうね。僕に先輩フロートマンがいるんですよ。でもさ、俺思うんだよ。俺さ、この一連の事件あるだろう。俺、この女が発端じゃないかなと思ってんだよね。僕も、そう思います。もうそう返すしかありませんでした。っていうお話でした。皆様からの怖い話、奇妙な写真、ありましたら送ってください。それでは次回お会いしましょう。夕闇。